皆さんこんにちは、こんばんは。 Hello、 アンニョン、猫です。今回はいつもの独り言ラジオではなくて Google アドセンス特集会です。Google アドセンスとは何か、我が家のブログがいかにしてアドセンス審査を通過したのか、そして実際にねアドセンス広告を運用してみてどうかっていう部分まで深掘りしていきたいと思います。一応 Google アドセンスって何っていう初見さんにもね分かりやすく解説していきたいと思っています。これからブログを始めてみたい方や、ブログの収益化について悩んでいる方の背中を押せるポッドキャストになればと思いますので、ご興味ある方はぜひまったりとお聞きください。さて、まずはとにもかくにもね Google アドセンスとは何ぞやという部分からね深掘りしていきたいと思います。まず、Google アドセンスって何かっていうと、ざっくり言えば、ブログやサイトに広告を貼って、その広告が見られたりクリックされたりするとちょっとだけお金が入るという仕組みです。ブログの収益化ってね大きく分けて2パターンがあって、一つは Google アドセンスに代表される広告を直接ブログに貼って企業からの広告収入という形でね収益化するパターン。もう一つは、ブログの中で商品をおすすめしてその商品が購入されたら収入が入るっていう成果報酬型のねアフィリエイトっていうね収益化のパターンがありますね。で、我が家のブログは一応どっちもやってるんですけど、アフィリエイトの方はねどうしても買ってっていう推しがね強くなっちゃうので、私はちょっと根本的な性質が合わないです。アフィリエイトの方は2年ぐらいやってるけど未だに収益ゼロなので多分本当に合ってない。で、話を戻して Google アドセンスの場合、広告を出してるのは企業さんなんですけど、その広告をどこに表示するかみたいなのを Google が決めてくれて、私たちブロガーはブログに広告を貼ることによって、その広告スペースをね貸しているイメージです。本来ね個人が企業の広告をねブログに貼ろうと思ったら自分で企業に営業してね広告載せてもいいですかって交渉しないといけないんですよね。でもアドセンスはその営業部分を全部 Google がやってくれるので、私たちは広告枠を貸すっていうだけで収益化できるっていう仕組みになっています。しかもGoogle がねユーザーの興味に合わせて勝手に広告を最適化してくれるので、運用しやすい広告システムと言えますね。Google 的にもね個人のブログを媒体として広告を貼ってもらった方が効率よくね広告を届けることができるので、 YouTube とかもそうだけど、アクセス数の多いブログだったらさらにしめしめというわけですね。でね、じゃあ何その広告収入いいじゃんって思うかもしれないんですけど、この便利なアドセンスがね誰でもすぐに使えるわけじゃなくて、 Google の審査に通ったブログじゃないと広告を貼れません。 Google からねあなたのブログは広告を載せても大丈夫ですねっていうお墨付きをもらう必要があるんですね。で、アドセンス広告を貼れるようになると広告を見てくれたりクリックしてもらえるだけで少しずつ収益が入るシステムなので、ブログを収益化したいと考えている人はまず最初に目指す目標点になってくるのかなと思うんですが、このアドセンス審査がね1回目のラジオでも言ったんですけど、癖があって、昔はこのアドセンス審査も文字通り誰でも通るぐらいねゆるゆるだったんですよ。
だから初心者もねこぞってブログにアドセンス貼ってみたいな目指しやすかったんですけど、それが近年はね審査基準がかなり厳格化されています。ネットではねアドセンス審査に通ることがそもそもむずいってよく言われてるくらいね激ムズ関門となっております。我が家のブログもね2年ぐらいかかってなんとかアドセンス審査を通過ということなので、次のセクションではねアドセンス審査通過までの道のりを語っていきたいと思います。独り言ラジオの第1回目でも語ってるんですけど、我が家のブログはねもともと夫が副業にしようとして始めたものなんですよ。そのあたりの経緯とかは第1回目のラジオの方で語っているので、そちらをぜひね聞いてみてください。でブログとね一言で言ってもいろんなプラットフォームがありますよね。有名なところだとアメーバブログとかハテナブログとか、ライブドアブログとかも一時期有名だったかな。このあたりはね無料で始められるっていうのが魅力だと思います。ただ、Google AdSense がね推奨しているのが独自ドメインという制度なんですね。自分のブログにちゃんとした住所がないといけないというイメージかな。この独自ドメインっていうのがレンタルサーバーをね契約しないと取得できないんですよ。でこのレンタルサーバー代がピンキリなんですけど、だいたい1000円前後っていう感じですかね。我が家はコノハウィングというレンタルサーバーを契約していて、それがね年間1万2000円くらいなので、月々1000円くらいでブログを始められるっていう感じですかね。でこの月1000円っていうのが、人によって価値観が違うと思うんですけど、そんなに負担ではないと感じる方がほとんどじゃないですかね。これがブログは誰でも始められるって今でもね言われるゆえんですかね。で Google はね独自ドメインを使っているブログっていうのをね一応推奨しているんですが、無料ブログでもアドセンス審査通ったりするので、月1000円はちょっとかけられないよっていう方はねまずは無料ブログから始めてみるっていうのもね全然ありかなと思います。でこのドメインっていうね自分のブログの住所みたいなものを取得したら、次にみんな大好きワードプレスというねブログツールの登場ですね。我が家もね例に漏れずワードプレスを使いました。で一応これもね夫が情報収集する上でワードプレスがいいっていう判断をしたので、私はね実はなぜワードプレスなのかっていうのをちょっとよく分かってないんですよ。で今回ねコンテンツにするにあたって調べてみたんですが、ワードプレスが選ばれる理由っていうのがこんな感じです。まず一つ目、自由度が高いこと。デザインもレイアウトも、あと機能の追加もね自分の好きなようにカスタマイズできるんですよね。無料ブログだとここは触れませんとか広告が勝手に入りますとか制限があったりするんですけど、ワードプレスはほぼ自由と。で2つ目がアドセンスとの相性がいいということ。Google アドセンスって広告の貼り方とか配置とかちょっと調整が必要なんですけど、ワードプレスはねそのあたりの設定がしやすく設計されています。でネット上をね見てもワードプレス前提で書かれていることが多いので、調べながらね進めやすいというねメリットがあります。で3つ目は資産性が高いこと。無料ブログはねサービスが終わってしまうとブログごと消える可能性があるんですけど、ワードプレスは自分のサーバーとドメインで運用しているので、自分の家を持っているようなもので引っ越しもできるし、長く続けるならワードプレスが安心と。で最後に利用者が多いこと。
困った時に検索するとね、だいたい誰か同じところでつまずいている方がいて、解決方法がすぐ出てくるっていうのがありますね。初心者ほどね、まずは死ぬほど検索することになるので、このね情報量の多さっていうのがね、めちゃくちゃ助かります。ということで、ワードプレスは、自由度が高くて、アドセンスと相性が良くて、資産性があって情報が多いっていう理由で多くの人に選ばれているブログツールなんだそうです。そんなこんなでね、晴れて夫がワードプレスでブログの根幹を作ったわけなんですけど、夫がね結構凝り性で、ブログのデザインをね整える沼にはまってしばらく抜け出せていませんでした。で、私はね少し HTML とかねコードの知識とかデザインのちょっとした単発のお仕事とかもしていたので、夫に頼まれてねブログのデザインを整えるお手伝いをしていました。最初はね。夫も当初ね忙しくてなかなか記事を書けなかったので、私がお手伝い的に記事を書いていけば、このね月々1000円というサーバー代をね無駄にしなくていいかなって思って、結構強引にね私も記事を書き始めると。で、そうしているうちに気づいたら私がメインで記事を書くようになっていたと。で、結局ね私の方がワードプレスの機能に詳しくなっちゃって、勝手にいろいろいじってたら夫がついてこれなくなっちゃって、申し訳ないなって思いつつ乗っ取りを遂行したわけです。ただね、乗っ取ったからには私も意地でも収益化させてやろうと思って、ちゃんとね自分でアドセンスクリアの要件とか調べて一つずつ潰していきました。で、ここからはねアドセンス審査のクリアのノウハウじゃないけど、だいたいね調べてヒットするものっていうのは全部やったので、そのあたりを語っていきたいかなと思うんですけど、まずねだいたい調べて一番最初にヒットしてくる、誰もが言っているみたいな基本的な部分で言うと、ブログにプライバシーポリシーのページがあるかとか、プロフィールとかお問い合わせページが整っているかなどね、そのあたりは最初に夫がねだいぶ調べてやってくれていたので、あんまり私が手を加える部分はなかったですね。次にねアドセンス側から言われるのが記事の質っていうところなんですけど、よくアドセンスのノウハウ記事にはね、一つの記事3000字以上とかトータル100記事以上必要みたいな具体的な数字をね上げているのをよく見かけるんですよ。でも審査に通ってからね確信に変わるんですけど、あんまり当てになりません。もちろん記事のね質を考えると、ちゃんと内容のある記事でないといけないんですけど、1000字以下のブログっていうのは自動的にね内容が薄いです。で、しっかりと質の高いブログにするならば3000字っていうのは余裕で超えてくると思うし、我が家のブログもね2000字以下の記事っていうのはほぼないです。3000字から5000字が平均で、ちょっとボリュームのある記事だと8000字くらいは平気で超えてきますね。で、トータルの記事数っていうのもみんな何記事以上ないとみたいな言ってるんですけど、我が家のブログは80記事ぐらいでねアドセンス審査通ってるので、そこまで気にしなくていいのかなと思います。で、肌感で言うと、内容がしっかりしてて面白みのある記事とか興味をねそそられるような記事を書いていれば、多分50記事とかでも普通に審査通ると思います。あとね多くのブログがね有益なコンテンツがない、ポリシー違反みたいなねふわっとした理由でアドセンス審査を落とされると思うんですが、こ
こね1回目のラジオでも言ってるんですけど、もう具体的に教えてくれよって思うんですが、ただこれがね Google からの挑戦状なんですよ。私が思うにこうね、自分でどこが問題か考えてください、自分で考えて対処する姿勢が大事みたいなね感じがすごいする、ね、たまに SNS とかでさ Google の入社試験に出てくる問題とかあるでしょ。あんな感じ、うるせえって言いたくなるような感じ。我が家のブログはね雑記ブログだったんですけど、一応私の中ではしっかりとこう情報収集した上で記事にしようっていうポリシーがあったので、映画の記事であれば対象の映画についてねむちゃくちゃ調べてます。で北海道のグルメについてとかだったら、その対象のねグルメを提供している会社の理念とかまでねしっかり調べます。そういう調査をしっかりやって書いていたので、独自性とかっていう部分もね見られるんですけど、ある程度クリアしていたかなと思うんですよ。自分でもねこの路線で合ってるはずだと信じて、書き続けてました。でじゃああと足りないのは SEO かなということで、第1回目のね独り言ラジオの時にさらっと SEO って言ったんですけど、夫からね SEO って普通なんかわからないよって盛大に指摘されまして、このあたりもね解説していくんですが、SEO は Search Engine Optimization の略です。日本語ではね検索エンジンの最適化って言われますね。エンジンはカタカナだけどいいのかな。で解説すると、その SEO は、要は検索にこう引っかかりやすくする工夫みたいな感じです。例えばなんですけど、北海道の観光スポットで有名なね、旭山動物園について記事を書くとしましょう。で旭山動物園についてっていうタイトルと、旭山動物園の見どころ、アクセスや料金など徹底解説っていうタイトルだったら、皆さんどっちが見てみたいって感じますかね。もちろんのこと後者ですよね。こういうね検索に引っかかりやすいワードが採用されているブログは Google 的にはこうみんなが知りたいことを書いているブログイコール有益なコンテンツのあるブログっていうね判断をするみたいなんですよ。で初期のね私はどうだったかっていうと、書きたいことをね書きたいように書いていたので、 SEO なんてよくわからんもんは後でやればいいと思ってて、さっきの具体例だと旭山動物園についてっていうタイトルで記事を書いていた側でした。そりゃ誰も何書いてるか全然わかんないしね。でこういう SEO についてもその当時ね80記事ぐらいあったのを全部1記事ずつね私が愛用しているマイクロソフトのコパイロットっていう AI に聞いてアドバイスを受けました。マジで全記事1見出しごとにいちいち聞いて直しましたよ。でこのね AI の活用で大事なのが、その記事をねまるっと AI に書かせないことです。SNS ではね AI に記事を書かせればブログなんて余裕みたいな発信が多いんですけど、私はねガンガン逆張りしていきます。AI に記事を書かせるとねこう文字数を稼ぐ意図なのか、それ書く必要あるみたいなとこまでね構成してくるんですよ AI が。例えばさっきの旭山動物園の記事だと、動物園といえば猛獣が迫力満点、ライオンやシロクマなど普段見ることのできない動物たちがたくさんいますみたいな文章をね練ってくるんですよ。でもさ動物園だからさライオンもシロクマもいるだろうって、普段見れない動物を展示してるのが動物園だろうってツッコミできちゃうでしょ。
そうじゃなくて、自分で描くならね、旭山動物園は行動展示という展示形式をとっていて、動物たちの自然な生態を観察することができます。印象的なのは白クマ。水槽の中から白クマの様子を観察できるブースがあり、白クマが水の中にダイビングしてくる様子は迫力満点でしたっていう感じでね、実体験、リアルな描写が必ず入りますよね。 Google が求めるね、記事の有益性とかオリジナリティとして最近重要視されてるのはこういう部分だと言われていて、あなたはどう感じたか、あなたならどう書くかが大事になってくるんですよ。我が家のブログはね、そういう意味では私の実体験、私が感じたことしか書かれていないので、もちろんね、その背景はちゃんと調べた上でなんですが、調べた上でだからこんなに美味しいんだ、だからこんなに好きなんだみたいなところはね、必ず書かれているので、私がやったことは多分実体験ベースのブログをさらに SEO 強化したみたいな状態になったんじゃないのかなと思います。あとね、私がね、写真撮るの豆じゃないんですよ。だから記事の中に貼り付けられる画像がなくって、全然どうしたかっていうと、勝手にプロモーションっていう意味で公式のね SNS とか YouTube をね埋め込みしまくってたんですよね。それもねコパに聞いたら、画像優位のブログと認識される可能性があるっていう指摘をもらって、これね私も知らなかったんですけど、そのブログの中に画像が多くて画像優位のブログって認識されると、Google 側としてはね、文章で説明する気ある、公式 SNS の埋め込みばっかりで実体験薄くね、広告目当てみたいなね判断をするらしいんですよ。なので SNS の埋め込みとかは全部リンクの誘導に変えてね、できるだけ自前の素材に変えていく方がいいっていうコパのアドバイスのもと、80記事分、これも全部ね1記事ごとに埋め込みをリンクに差し替えたりっていう作業をしました。ただやっぱね画像が持ってないので、1記事に3つまで公式のね SNS の埋め込みをしていいっていう独自のルールを設けて、それ以外をリンクに差し替えたり、後から撮った写真をね差し替えたりっていう作業にねしました。そういうのをちまちまやってね、2025年12月に晴れてアドセンス審査を通過しました。で一応ね2025年はアドセンス通らなかったらもう木の葉の契約を終わろうと思っていた時だったので、もうね声を大にして喜びましたよ。そりゃ若干ね泣くくらいね、イエーイって喜びました。でそんな感じでね、努力を重ねてアドセンス審査に合格したわけなんですが、合格してからが本当の戦いだったんですね。で次のセクションでは実際にアドセンス広告を貼ってみたっていうところの話をしたいと思います。アドセンス審査を通過して晴れてねアドセンス広告をブログに貼ることができるようになったんですが、ここからはね全く未知の領域でした。そりゃアドセンスに通る勉強しかしてこなかったんだからね、通った後のことを勉強してるわけがないんですよ。だからここもねコパにいちいち聞いて、アドセンス審査に通るとねその時点からアドセンス側が勝手に広告を設置してくれてるんですよ。だから審査が通ってブログをブラウザから見てみると、広告あるってテンション上がるじゃないですか。でもね次の瞬間でもなんかすっごい変なところにバーンって広告ない見づらみたいな。アドセンスがね良かれと思って
広告を自動で貼ってくれるんですけど、我が家のブログにはね残念ながら合いませんでした。全くアドセンスの広告のね自動最適化機能っていうのがあるんですけど、それだとねどう頑張ってもブログのなんていうんだろう、文章の流れガン無視のところに広告入れてくるとか、そういうことがあって、もうこれは手動でねコードでデザインの中に広告を組み込んでいくしかないなということで、コパにねコードの場所とか入れ方聞いて試行錯誤しました。かなりやっとねもうこれが一番いいでしょうっていうところにね広告貼れたぞと思って、次の日見てみたらね、なぜか全然違うところに広告が表示されてたりして、もう本当にね2週間ぐらいずっとギリギリ歯ぎしりしながらね設定してました。イライラして。これもねアドセンスの言われるままに広告貼っておけばいい話なんですよ。勝手にだってね最適化してくれるツールなんだからお任せすりゃいいんですよ。でもしかもね仕様によってはクリック率が上がるようなね表示の仕方に変えてくれたりするので、でもね私はどうしてもそれだとねビジュアルが気に入らなくて、ここに広告は違うだろうっていうところにしかね広告が出てこないんで、もう採算度外視でねユーザー体験を優先させて広告は控えめ仕様にしました。もうここはね割り切った。アクセス数を稼げば控えめな広告でも収益化できるだろうって納金でね行くことにしました。ということで無事ね自分ではいい感じのところに広告を貼ったんですけど、さっきも言ったんですけど今度はね集客を考えていかないといけないということで SNS でね宣伝したりとかも前よりはこまめにやるようになったんですけど、続かないですよ。もともとバズろうと思って作ってないんだから。集客も意識してるけど変わらずねコツコツ積み上げてコアなファンをね増やしていくしかないのかなと思っています。でもね嬉しいことにねこの全然全くバズる気のないブログでもね広告を控えめにしているブログでもアドセンス広告を貼ってからね10円収益発生してるんですよ。記事をね調整したりとかっていうことをしてるので完全な不労所得ではないんですけど、ブログ書いてるだけでね10円はでかくないですか？これがもし軌道に乗ったらって思うとやっぱ夢がありますよね。でも我が家のブログはね一応ね Google が認めてくれたっていう箔がちゃんとついているので、これからもね Google のブランド価値に恥じない信頼性のある情報発信を続けていきたいと思っています。まず2026年の目標としてはアドセンス収益で月1000円っていうところをね到達点にしていきたいなと思っています。こんな感じでねアドセンス審査に通過してからが本当の挑戦みたいなところがあるので頑張っていきたい所存です。さてここまで本筋のね独り言ラジオよりも濃ゆい内容でね Google アドセンスについて語ってきましたが、いかがだったでしょうか。こんなにボリューム出ると思ってなかったよ。口疲れたよ。一応ねこれだけいろいろペラペラ話してるんですがトーク力がね抜群に高い人間じゃないんですよ私。ブログとか書いてるくせに日本語下手だしね、ニュアンスで喋っているが大半なのでお聞き苦しいところ満載だったかなって思うんですけど、少しでもね私がこれだけ熱を持って取り組んでいるブログ、そして Google アドセンス、さらには YouTube っていうねコンテンツのつながりとか魅力とかをね感じ取っていただけたら嬉しいです。このね YouTube のラジオコンテンツも取っかかりはブログと YouTube を絡めたいっていう意図でスプーンから入って土俵を YouTube に移してきたところなので、
今後もねブログに関連した話題を YouTube の強みを生かしたコンテンツに進化させてお送りしていけたらいいなと考えています。またねこういった特集会も必要に応じてね作っていきたいなと思うので、コアな好奇心をお持ちの方はぜひ遊びに来てください。今回のアドセンス審査通過までの道のりは、私と夫が共同で運営しているしょうちゃんファイヤープラスというブログでもね記事にしています。ブログではこんなに突っ込んだ話はしてないので、今回はねすごい有益な情報を YouTube として提供できたんじゃないかなと思います。これからブログに挑戦してみようという方や、アドセンス審査を通過したばかりの方はね、ぜひ一緒にブラッシュアップして精進してまいりましょうね。では、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ特集会、 Google の犬になるということはでしたっけね。